おはようございます。桜井です。今日は暗号資産初心者の方でもわかるように、ビットコインとは何か、その仕組みや特徴を優しくでもしっかりと分析してお届けをしていきたいと思います。今回の動画を最後までご視聴してもらえたら、ビットコインがなぜ世界中で注目されているのか、そしてなぜデジタルゴールドと呼ばれているのか、これが理解できてくると思います。では、早速内容に入っていきたいと思います。ビットコインは2009年にサトシ・ナカモトという名前を使った人物、またはグループによって誕生しました。これは世界で初めての分散型デジタル通貨です。分散型っていうのは、中央銀行や政府のような管理者が存在していないということです。すべての取引記録は世界中のコンピューターに分散して保存され、ネットワーク全体で運営されています。これにより、誰か一人が勝手にシステムを止めたり、ルールを変えたりすることができません。ビットコインはインターネット上のお金とも呼ばれています。銀行口座を持っていない人でもインターネットとスマートフォンさえあれば利用でき、国境を越えて直接やり取りが可能です。そして特徴的なのはその発行量に上限があるということになります。ビットコインは最大で2100万枚しか発行されず、それ以上増えることはありません。この希少性がビットコインをデジタルゴールドと呼ばせる大きな理由の一つです。では、ここからはビットコインの主な特徴を7つに分けて解説をします。初心者の方でも理解しやすいように実生活の例も交えてお話をしていきたいと思います。まず1つ目は分散型です。ビットコインは世界中のノードと呼ばれるコンピューターが取引記録を管理しています。例えば銀行のデータベースは一箇所が壊れるとサービスが止まりますが、ビットコインでは世界中に同じデータがコピーされているため、1台や2台が止まってもシステム全体は動き続けます。そして2つ目は供給上限です。ビットコインは2100万枚しか発行されません。これは金や銀のように埋蔵量が限られている資源と同じで希少価値を生み出しています。そして3つ目は改ざんの困難です。ブロックチェーン技術により過去の取引記録を書き換えることはほぼ不可能です。これは銀行の台帳が世界中に複製され、全員が一致していないと変更できない状態というのを想像すると分かりやすいのではないかなと思います。そして4つ目は匿名性と透明性です。取引には名前や住所は必要ありませんが、すべての取引履歴は公開され、誰でも確認できます。つまり誰が送ったのか、これはわからなくても、どこに送られたのか、これは全員が見られるという仕組みです。5つ目はグローバル送金です。銀行を介さずに世界中どこでも直接ビットコインを送れます。例えば日本からアメリカに送金する場合、通常の銀行送金では数日かかることがありますが、ビットコインなら数分から1時間程度で完了します。そして6つ目は分割可能です。ビットコインは 1BTC を1億分の1まで分割することができます。この最小単位をサトシと呼びます。これにより少額の支払いにも使えます。そして最後に7つ目はインフレの耐性です。通貨の発行量が増え続けるとインフレが起こりますが、ビットコインは供給量が固定されているため、理論上インフレに強いと言われています。では、ここからはビットコインがどのように動いているのか、その仕組みを優しく解説をします。ポイントは3つです。ブロックチェーン、マイニング、取引の流れです。まずはブロックチェーンから説明をしていきたいと思います。これはビットコインの心臓部とも言える技術で世界中に公開されたデジタル台帳です。すべての取引はブロックっていう単位にまとめられ、そのブロックが鎖のようにつながって記録されます。一度記録された情報は書き換えるのが極めて難しく、全員が同じ履歴を共有しています。つまり世界中で共有している巨大なノートのようなものになります。次にマイニングです。これは新しい取引をブロックにまとめるには複雑な数学パズルを解く必要があります。この作業をする人をマイナーと呼びます。パズルを最初に解いたマイナーは新しいブロックを追加する権利を経て報酬としてビットコインを受け取ります。
現在は1ブロックあたり 6.25BTC が支払われますが、これは約4年ごとに半減します。この仕組みのおかげで取引の正当性が保たれ、ビットコインの供給ペースもコントロールされます。そして最後に取引の流れです。送る人が受け取る人のアドレスと金額を入力し、秘密鍵で署名します。その取引データがビットコインのネットワーク全体に送られます。マイナーが取引の正しさを確認し、ブロックにまとめてチェーンに追加します。数回の承認が行われると取引は確定し、送金が完了します。この仕組みは銀行の営業時間や国境に縛られないため、いつでもどこからでも利用できます。そしてシステム全体が世界中のコンピューターで分散的に運営されているため非常に堅牢です。では次にビットコインがなぜ世界中で注目され多くの人が使い始めているのか、その魅力を4つに分けて紹介します。1つ目は金融自由度です。ビットコインは銀行や証券会社のような仲介者が不要です。自分の資産を自分だけで管理ができ、送金や支払いも自分のタイミングで行えます。銀行口座を持てない地域の人々にとって、これは大きな経済的自由を意味します。そして2つ目は国際送金の効率化です。従来の海外送金は数日かかったり高い手数料がかかったりしますが、ビットコインなら数分から1時間ほどで世界中どこにでも送れます。特に高額送金では手数料の安さが大きなメリットになります。そして3つ目はデジタルゴールドとしての価値の保存です。発行枚数が2100万枚に限られているため希少性があります。この希少性が価値の裏付けとなり、一部の投資家はインフレ対策としてビットコインを長期保有しています。そして4つ目はインフレヘッジの可能性です。法定通貨は国の政策によって供給量が増え、価値が下がることがありますが、ビットコインは供給量が固定されているため、理論的にはインフレに強いと考えられています。このようにビットコインは単なる投機対象ではなく、経済的自由を広げるためのツールとしても注目されています。はい。ということで、ここまでビットコインの魅力についてお話をしましたが、もちろん注意すべき点や課題もあります。ここを理解しておくことで、リスクを減らし、より安全に活用することができます。一つ目は、価格変動の大きさです。ビットコインは需要と供給によって価格が変動しますが、その幅が非常に大きいです。短期間で数十%動くことも珍しくありません。これは大きな利益の可能性がある一方で、同じぐらい損失のリスクも伴います。そして2つ目は取引処理の速度です。ビットコインのブロック生成はおよそ10分ごとですが、混雑時には送金が確定するまでに数時間かかる場合もあります。スピードを求める場合では別の暗号資産やレイヤー2技術の活用が必要になることがあります。そして3つ目はマイニングによるエネルギーの消費です。ビットコインのセキュリティを保つためのマイニングは大量の電力を必要とします。この環境負荷については世界的に議論が続いています。そして4つ目は規制のリスクです。国や地域によってはビットコインの利用や取引を制限したり禁止する動きがあります。法律や税制の変更が価格や利用方法に影響を与える可能性があります。そして5つ目は基本知識の必要性です。ビットコインを安全に使うには、ウォレットの管理方法や秘密鍵の扱い方を理解する必要があります。知識がないまま利用すると資産を失うリスクが高まります。これらの課題を理解し、対策を取ることでビットコインをより安全に、そして効果的に活用できるようになります。はい。では、ここまで仕組みや特徴、注意点を見てきましたが、実際にビットコインはどのような場面で使われているのでしょうか。ここでは初心者でもイメージがしやすい3つの利用例についてお伝えをしていきたいと思います。1つ目は少額決済です。例えばビットコイン決済に対応しているカフェでコーヒーを買う場合、スマートフォンのウォレットアプリでお店の QR コードを読み取り、金額を入力して送信するだけで数分後には決済が完了します。2つ目は海外送金です。例えば日本からアメリカにいる家族に送金する場合、銀行を通すと数日かかる上に手数料も高額になりがちです。ビットコインを使えば数分から1時間ほどで送金が完了し、
手数料も比較的安く済みます。そして3つ目は、長期投資としての保有です。発行枚数に上限があるため、一部の投資家はビットコインをデジタル資産として長期的に保有しています。これをいわゆるホールドと呼び、価格変動に左右されず、価値の上昇を期待して持ち続ける戦略です。このように、ビットコインは日常の買い物から国際送金、そして資産運用まで幅広く活用されています。はい。では、ここまでビットコインの基礎から仕組み、特徴、魅力、そして注意点や実際の使い方までを解説してきました。ビットコインは世界中の誰とでも銀行を介さずに直接お金をやり取りできる新しい形の通貨です。ブロックチェーン技術によって高い安全性が保たれ、発行枚数の上限や分散管理という特徴が従来の通貨にはない価値を生み出しています。ただし、価格の変動や規制、エネルギー消費といった課題も存在します。こうしたメリットとリスクの両方を理解しながら自分に合った形で活用していくということが大切になってくると思います。今回の動画を通じてビットコインの全体像をつかみ、なぜこれほど注目されているのか、これが理解できたのではないでしょうか。これから暗号資産を始めようかなと思っている方は、まずは少額で試しながら仕組みに慣れていくっていうのをお勧めしたいと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の情報を YouTube でお届けしていきますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。普段はニュース情報をお伝えしていますけれども、今後は定期的に仮想通貨の基礎的なこと、こちらについて情報も発信していきたいなと思っていますので、ぜひチャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。はい。では最後にお知らせがあります。今おすすめの取引所でビットレード X があります。何本か説明動画をアップしていますので、そちらの方をご覧になられてください。これからの時代、投資をする上でも AI を使っての投資、これが主流になると思います。ビットレード X は AI を使って取引を行っている取引所です。取引所ランキングも徐々に上がってきていて、今人気が上昇している取引所です。興味のある方は僕の公式 LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレード X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方から興味がある方は問い合わせの方よろしくお願いいたします。また、実際にやり方がわからないと言われる方もいらっしゃると思います。その方は別途オープンチャットを用意しています。そこで登録方法やステーキングの方法などサポートさせてもらっていますので、オープンチャットの方にもぜひ来られてみてください。はい。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。